お腹減った。何か冷蔵庫に食べ物なかったかしら？この前スーパーの特売で買った半額のもやしと豚肉ならあるぞ。パッとしないわね。もっと寿司とか焼肉とか、豪華なものが食べたいわ。わがままを言うな。それに、食べ物に対して失礼だぞ。もやしも豚肉も命をいただいているんだからな。海外には、食べ物が十分に得られず困ってる人がいっぱいいるんだし、食べるものがあるだけありがたいと思うべきだぜ。そんなこと言われても、正直イメージ湧かないわよ。スーパーやコンビニへ行けば、たくさん食材が並んでるし、食べるものに困ったことはないわ。日本が豊かなおかげだ。すぐ近くのあの国なんかも、万年食料不足で困ってるぞ。すぐ近くってことは、韓国かしら？韓国は GDP 世界中2位。世界的に見ればかなり裕福な方だぜ。じゃあ、中国？地方だと貧困層もいるけど、最近は改善してるし、国家全体で見ると貧しいとは言えないな。私が言いたいのは北朝鮮だぜ。毎年ミサイルぶっ破して貧縮を買っているあの国ね。北朝鮮が食料不足なんて知らなかったわ。もしかして、一日一食しか食べられないとか？それならまだマシな方だぜ。土地や食料によっては何日も食べられないなんてことも普通にあるだろうな。死んじゃうじゃない。時折、大量の餓死者が出てるのは有名な話だぞ。今日は、そんな北朝鮮の食料事情について解説していきたいと思うぜ。よろしくお願いするわ。冒頭でも触れたけど、北朝鮮は食料不足だというのは、イメージがつく視聴者さんも多いかもしれないな。北朝鮮は1990年代後半、相次ぐ自然災害と社会主義権の崩壊で、自国の貿易構造が崩壊したんだ。その結果、物資不足に陥り、30万人とも300万人とも言われる大量の餓死者が発生したぜ。そんなに亡くなったなんて、北朝鮮の食料不足を指摘した機関があるぞ。国連機関である世界食糧計画と国連食糧農業機関だ。WFP は平壌に事務所を置き、定期的に農業の状況と援助物資などのモニタリングを行っているんだ。北朝鮮の食に関するデータを集めている機関ってことね。そうだな。その WFP が2019年の3、4月にかけて北朝鮮国内を調査した結果、北朝鮮の農業生産が過去10年で最低となって、人口2520万人のうち約4割に当たる1100万人程度が十分な食料を得ていないと発覚したんだぜ。ちなみに東京都の人口は1400万人程度だから、都民のほとんどが上に苦しんでいるって感じだな。へえ、やばすぎるわ。一応 WFP は2019年に北朝鮮に対して大規模な食料支援を行っているんだが、北朝鮮側から、海外の団体が自由に行動はできない。現場視察などについても1週間前に通達していなければ実施はできない。支援に関する韓国語を話すスタッフの国籍を限定する、などの条件が出されたんだ。現在はもっと緩和されて、208地域あるうちの107地域に入る許可がもらえているんだぜ。なんだか、支援してもらってるのに随分上から目線ね。現状は餓死者が発生するほどの状況ではないとしながらも、いずれ飢餓が訪れる恐れがあり、状況は非常に深刻であると指摘したんだ。ここでの農業生産の中身は、米やトウモロコシ、大豆、ジャガイモなどだな。北朝鮮って、まともに作物が取れない国なのね。でも、金正恩政権となった2012年以降、穀物生産は400万トン台後半から500万トン台へと増加傾向にあったんだよ。一般的に、北朝鮮の国民全体に行き渡る十分な穀物生産の自給量は、550万トンから600万トンとされている。あれ？それなら普通に食料行き渡るんじゃない？そうでもなさそうなんだ。新型コロナウイルスが流行してから、北朝鮮の食料不足が深刻化しており、中国国境封鎖の影響で一部の住民は餓死寸前だとも言われているぞ。でも、ニュースで北朝鮮は感染者ゼロって聞いたけど？建前だろうな。確実な情報じゃないが、感染が噂された一家は処刑されるそうだ。その時点では感染者はゼロになるってトリックだな。ちなみに、北朝鮮は2020年1月頃に中国との国境の封鎖を決定していて、数千人規模の人たちを孤立化させたんだぜ。対策は素早いけど、国民のこと全然考えてないのね。国境封鎖でより一層状況が悪化したと言われてるんだ。2020年の3、4月の北朝鮮の対中貿易は90以上減っていて、国境地帯に暮らす多くの人が収入を失ったらしいぜ。国境地帯に住んでる人、本当に悲惨ね。都市ではホームレスが増加して、医薬品価格が急騰したという話も出てるそうだ。1日に1食の家庭やら、トウモロコシしか食べられない家庭も増えているらしいぞ。ちなみに、日本の厚生労働省によると、
18から29歳男性の1日の最低摂取カロリーは約1500キロカロリー。18から29歳女性の1日の最低摂取カロリーは約1100キロカロリーなんだが、トウモロコシ1本は160キロカロリーしかないんだぜ。10分の1くらいしかないじゃない。栄養失調で死んじゃうわ。それに、成長期の子供たちも満足に栄養がいかないだろうし。深刻なのは女性だ。女性は毎月月経によって大量の鉄分が失われる。もし栄養を十分に摂取していないと、鉄分不足に陥り、月経不順やホルモンバランスによる不調、果ては月経自体が止まってしまう場合がある。妊娠していたら、もっと最悪よね。赤ちゃんに栄養を分けてあげなくちゃいけないのに、一人分も満足に摂取できないなんて。兵士たちも食料不足に苦しんでいるって言われているぜ。過酷な訓練をしているのに、ろくな飯も食えてなかったら将軍様のために働く云々の話じゃないよな。結局は力なき人々がしわ寄せを食らうのね。さらには刑務所、特に秘密収容所の状況も悪化してるんだ。聞き慣れない人は強制収容所に置き換えてもいい。それは聞いたことあるわ。とても過酷な環境だって。ああ、収容所では家畜よりもひどい扱いを受けるとも言われているんだ。過酷な労働や食料の欠乏、過密な収容人員と感染症によって死亡する被収容者が多いのに、コロナウイルスによって現場はさらに地獄絵図だぜ。同じ地球上で起こっていることとは思えないわ。私、本当に幸せな環境に身を置いていたのね。北朝鮮の階層では食料を得る手段がなくって、餓死へと寸前だということは理解できたな。でも、北朝鮮って社会主義国家なんでしょう？社会主義って福祉が充実していて、どれだけ貧乏でも最低限は国家が支給してくれるシステムだと思ってたのに。戦後の日本だって配給はあったけど、それだけじゃ生き残れなくてたくさんの闇市が開かれていただろう？ソ連東欧圏が崩壊して間もなくは、配給を行う社会主義体制に対する信頼が残っていたのかもしれないけどな。ただ、現在の北朝鮮国民の中で、特に日常生活の保障という面で、体制をそこまで信じている人は皆無だと思うぜ。生きるためには、家族誰もがなりふり構わず生きるために働く。北朝鮮の国民の意識は、近年になってはっきりと変わっていると思うぜ。そもそも今も昔もあんな北朝鮮みたいな国を信じちゃダメだと思うわ。それと全国に広がった市場の役割を無視してはいけないな。国家から受け取る収入で足りない分は市場で全て賄っていたという、脱北者を対象にした調査もあるほどだ。闇市場は減っているんだけれど、政府が黙認、あるいは認めた市場は依然として健在だぜ。北朝鮮みたいなもともと貧乏な国家から受け取る収入じゃやっぱり足りないわよね。このような市場は重要な働き口を提供していて、住民らの貴重な収入源としての役割もあるんだ。金正恩政権以降、経済が少しずつ開かれるようになってから、一般住民でも外貨収入を比較的簡単に得られるようになったぜ。出稼ぎ労働者が行ったり、逆に中国から商人がやってくることもあるんだ。金正恩政権になってからは、以前より規制がやや緩和されたのね。多少なりともいいことだと思うわ。経済制裁で対外的な経済環境や国家による統制が厳しくなっても、自らの生活方法を変えたり、あるいは商売の方法を変えたりして、状況の変化に柔軟に対応する力を今の北朝鮮は持っているぜ。国民みんな、強くなったってことね。社会主義を現在でも標榜している北朝鮮だけど、以前の大飢餓のような時代の純粋な気持ちは誰も持っていないだろうな。誰でも食べ物は食べたいし、生き残りたいという気持ちは、当時と比べ物にならないと思うぜ。まあ、人間だから欲があって当然ね。そうだな。仮に餓死者が発生し急速に広がっていくという最悪な状況に進みそうであるなら、中国をはじめ周辺国が援助することも十分に考えられるしな。でも、北朝鮮に援助したところで、キム一族に吸い寄せられそうよね。資金的援助ならキム・ジョンウンがお金を使っちゃいそうだし、食べ物が来てもキム・ジョンウンや権力者が取っちゃったり。確かにあり得るだろう。1990年代後半の経済危機にうまく介入支援できなかったことが北朝鮮を窮地に追いやったと言われていて、それが核開発といった現在につながる強硬策に突き進んだと考えられている。これはある意味、国際社会の無理解が招いた悲劇だな。結果論かもしれないけれど、そうとも言えるわね。北朝鮮は確かに貧しい国ではあるけど、日本の中で蔓延している。北朝鮮は貧しい国だ。北朝鮮といえば餓死者がたくさんという単純なイメージを持つ方がむしろ、不安定な隣国への正しい現状把握と理解ができないという問題を抱えていると言えるぜ。必要なのは、適切な知識を得ることと、思い込みを捨てることだ。そんな考え方もあるのね。ちなみに、韓国統一部のイ・ジョンジュ報道官は2月19日の定例会見で、
北朝鮮への食料支援計画の有無を問われ、現段階では具体的な支援の方法や希望を検討していない、と述べているぜ。韓国は北朝鮮に対して協力しないってこと？隣国なんだから、仲が悪くても何かしら援助をしなくてはならないと思うわ。政治は難しいんだぜ。しかし、一方で、食料不足などの人道的な問題に対しては、政治軍事的状況とは別に、協力を継続すべきとの立場を一貫して堅持している。北の米や肥料などの人道的な需要を綿密に見極める、とも述べてて、支援推進に含みを持たせたぜ。北朝鮮の食料事情については、今年は100万トン以上が不足するとの見方を示したぞ。でも、韓国側としても、北朝鮮は国境を封鎖してるから、現時点で国境の状況変化や北朝鮮の貿易指針の変化などは具体的に確認できないらしいが、国境封鎖されたら何もできないわね。ロシアのマツェゴラ駐北朝鮮大使は、新型コロナウイルス対策の国境封鎖が1年を超えた北朝鮮の状況について語っているぜ。物不足が深刻化し、失業者が増えていると証言したんだ。一方で、少なくとも平壌にコロナ感染者はおらず、経済崩壊の可能性はないとの認識を示しているぜ。まあ、感染者はまとめて処刑しているんだろうが。物不足もそうだけど、失業者は増えて当然そうよね。現在、国境沿いに大規模な消毒施設を建設中で、いずれ限定的に輸入が再開されるとも見られてるぜ。しかし、コロナが完全に収束するまでは北朝鮮は国境を開放しないと見られてるんだ。先行き不透明って感じで国民も不安だろうな。コロナウイルスばっかりは、北朝鮮当局を責められないわね。日本にとって北朝鮮は近い国だ。ミサイル発射や独裁体制などでいい見方をしていない人もたくさんいると思うぜ。だけど、向こうの民が食料不足にあえいでいることを、私たちも知るべきだと思うんだ。日本は食品を捨てる量が年間600万トン以上と言われている。一人一人が食料のありがたみを再確認し、貧しい他国へ関心を向けることが、地球全体の幸福につながると私は思っているぜ。さっきはもやしと豚肉に文句を言ってごめんなさい。私、食べ物をもっと大切にすることにしたわ。食べられるって普通のことじゃなくて、ありがたいことだったのね。霊夢も食料の貴重さを理解してくれて嬉しいぜ。というわけで今回の動画は以上だ。ご視聴ありがとうございました。